皆様おはようございます。大変朝早くからお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより、ホンダイノベーションラボ東京、こちらですね、こちらのオープンハウス並びにですね、新価値領域を担うホンダの研究開発体制につきましてご説明をさせていただきます。本日進行を務めます広報部田中でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにでございますが、本日ですね、これ2部制になってございまして、皆様午前中の第1グループでございますので、報道解禁はですね16時ということでお願いをしております。午後4時でございます。どうぞよろしくご理解のほどお願いいたします。それからプレゼンテーション日本語英語繰り返しになりますので、ヘッドセットのご準備よろしいでしょうか。よろしいですか。はい。それでは始めてまいりたいと思います。それではまず最初に本日の登壇者並びに出席者をご紹介させていただきます。最初にホンダ医研工業株式会社取締役専務執行役員、株式会社ホンダ技術研究所代表取締役社長執行役員の松本義之でございます。続きましてこの4月から新設されます株式会社ホンダ技術研究所 R&D センター X のセンター長に就任をいたします脇谷勉でございます。同じく R&D センター X の執行役員に就任をいたしますホンダリサーチインスティテュートヨーロッパ社長のバンハード・センドホフでございます。続きましてスペシャルゲストのご紹介をさせていただきます。R&D センター X の外部アドバイザーとして参画をいただきますスタンフォード大学名誉教授エドワード・ファイゲンバウム博士でございます。続いてホンダイノベーションラボ東京の外部アドバイザーとしてご参画をいただきますお二人の先生方をご紹介をさせていただきます。まず最初に公立函館未来大学教授の副学長で前人工知能学会会長でいらっしゃいます松原仁教授でございます。続きまして国立大学法人電気通信大学教授人工知能研究センター長の栗原聡教授でございます。以上で進めてまいります。どうぞ本日はよろしくお願いをいたします。それでははじめに研究所社長の松本よりご挨拶をさせていただきます。松本さんお願いいたします。皆さん、朝からご参集いただきまし誠にありがとうございます。研究所の社長でございます。社長の松本でございます。本日は研究所の新たな船出をご報告にあたり、皆様にご参集いただきました。ホンダは創業から12年を経た1960年に研究開発を担う研究所を別会社として独立させ、現在まで運営しております。基礎研究などを独立させている企業はいくつかございますが、開発部隊も含めて別会社というのはかなりユニークな形態だと思っております。これは新しいアイデアやデザイン、技術こそが競争力の源泉であると考えて、エンジニアやデザイナーが研究開発に没頭できる場をマネジメント対象とすることが重要と考えた創業者のワイズダムでありました。研究所は技術を研究するところではないと、人を研究するのだと。これも本田宗一郎がよく口にしていた言葉であります。人を研究し尽くし、人が喜ぶものは何かを考え尽くし、それに応える技術を研究し開発する、それが本田技術研究所であります。これまでの研究所の歴史を紐解くと、たくさんの失敗もありましたが、同時にお客様の期待に応える先進的で独創的な商品や技術も数多く生み出してまいりました。これは研究所に集うエンジニアデザイナーが自らの夢を原動力として人や社会を考え尽くし、新しい価値の創出に没頭してこれたからこそだと思っております。これがホンダの原点であり強みだと自負しております。さて現在ホンダの研究所というのはご覧のとおり二輪四輪パワープロダクツを研究開発センター、基礎技術航空機用のジェットエンジン、さらにレースを担う
さくらの6つのセンターからなっております。加えまして、AI をはじめとするポストメカニカルエンジニアリングの研究を担当しているホンダリサーチインスティチュートや、シリコンバレーにありますホンダシリコンバレーラボなど、多数の子会社海外事業所を有しております。今回、ホンダ技術研究所は、人工知能をはじめとするデジタルテクノロジーという新たな追い風の出現に伴い、研究所全体でこれらに対応する体制の見直しを行った上で、さらに新しい R&D センターを設け、新たな領域に挑戦することにいたしました。本日はこの新しい取り組みについてご説明させていただきます。まず研究所の新しい分断に際しまして、少し過去の私たちを振り返りたいと思います。キーワードは、原動力は夢、そして人を研究し尽くすということであります。ホンダは今から30年以上前に、究極のインテリジェントカーを作るという夢を抱き、自動運転技術の研究をスタートさせました。当時 GPS のない時代に、まずどこを目指して車を走らせるか、また自分の車がどこにいるのかを把握することが重要だということで、車の中に地図を取り込むという研究を始めました。やがてこれはジャイロケーターとして1981年に商品化され、世界初のカーナビゲーションシステムとなりました。このジャイロケーターというのは、今年 IEEE マイルストーンに認定されました。IEEE マイルストーンというのは、電気・電子・情報通信の分野において達成された画期的なイノベーションの中で、開発から少なくとも25年以上経過し、社会や産業の発展に多大な貢献した歴史的業績を認定する制度であります。過去の例では、アポロ月着陸船やトランジスタの製造などがある大変名誉ある賞で、我々も誇りに思っております。このように夢の実現に没頭することで新しい価値を創出できた、これが研究所の歴史であります。それは新しい時代になっても変わらずに大切にしていきたい私たちの哲学であります。もう一つが、人を研究し尽くすこと。皆様おなじみのASIMOですが、これが歩行できるようになるまでには本当に多くのトレイ&エラーがありました。20世紀中には不可能と言われた二足歩行技術でありましたが、開発当初、二足歩行を実現するためには、人の歩き方をとことん分析し、いかに安定をさせるかをテーマに開発されてきました。しかし、いくらやっても重心が高いところにありますロボットを安定して走行させることはできませんでした。担当者が悩みをあぐめていたある日、体操の床運動をする選手の動きを見てひらめいたと聞いております。体操選手は予定していた演技の動きがずれてバランスを崩すと、今度はそれを起点にして修正を図っている。つまり、あらかじめ予定された動きをより正確に行うというよりも、むしろバランスが崩れることを前提にどう修正していくかを図っていく方がいいと。そういった柔軟な対応力への視点の切り替えでやってまいりました。その結果がASIMOの二足歩行につながっております。まさに人の研究をし尽くした例だと思っております。現在この技術はオートバイの MotoGP マシンの高速コーナーでの姿勢制御にも採用されております。このように CVCC や VTEC、燃料電池といった知名度の高い技術以外にも、個々の夢を原動力とし、人々の暮らしに役立つことを真摯に考え抜いて作られたユニークな技術がホンダにはたくさん存在しております。そしてそういった研究の積み重ねがホンダのメカニカルエンジニアの礎となり、現在の二輪、四輪、パワープロダクツ製品、さらにはジェットを実現していると思うのであります。さて、人の研究という観点では、ホンダが日本の自動車メーカーとして初めてアメリカに研究所を立ち上げた時の話もなかなかに興味深いものであります。
皆さんがもし立場が変わり、そういうミッションを背負って異国に赴任したとしたら、まず何をされるでしょうか。私たちの先達が真っ先に教えを請うたのは有名大学の教授だったそうです。つまり将来一緒に働くであろうエンジニアの卵であるアメリカの学生の皆さんがどんなことを考え、どんなことを夢見ているのか、熱心に研究をしたそうです。まず対象となる人を知るホンダの哲学がよく現れたエピソードだと思っております。このようにたくさんの成功と失敗を繰り返しながら積み重ねてきたホンダのものづくりの強みは、飛躍的に進化を遂げる AI やビッグデータといったデジタル技術の進化と掛け合わせることで、まさにそれは新しいフィールドでのものことづくりとなり、新しい価値創造を図ることができると考えております。例えば私たちのロボティクス技術にですね、AI の学習機能を設け、圧倒的なデータ量で経験をさせれば、非常に短期間で自律的に行動を最適化できる、そんなロボティクスを実現できるのではないでしょうか。ASIMOに搭載されております人間同様の多子構造によるハンドの機能は、学習を積むことで瞬時に物質を見極め、掴んだり動かしたりすることができるようになる。人が持てないような高温のものや重いものでも対応が可能となる、そんな無限の可能性が広がっていると我々は思っております。ホンダの得意とするものづくりにデジタル技術を加え、ハードウェアだけではなく体験、経験といったソフト的な価値を備えたものことづくりを推進していきたい。この新たなフィールドでの価値創造を図るために、既存の二輪四輪パワープロダクトジェットとは切り離しました新しい R&D センター X を立ち上げることにいたしました。新領域は当面ロボティクス、そしてその基盤となる AI を中心に取り組んでまいりますが、世の中の変化に合わせ臨機応変にターゲットを変化していく考えでもあり、未知の意味を持つ X と命名いたしました。研究所創生時の原点に立ち返り、エンジニアやデザイナーが自らの夢を原動力としながら人の研究、技術の研究に没頭できるような組織運営を図ってまいります。さて、私たちホンダの目指すロボティクスの姿を少しお話ししたいと思います。詳細は後ほど説明いたします。私たちのロボティクスの定義は、ロボットだけではなく、あらゆる種類のモビリティを含め、自律的に動く機械やシステムの総称であり、そこにはエネルギーマネジメントも含めた最適化の技術も含まれております。大変非常に幅広い概念であります。機械化された社会というと、何か無機質で冷たい印象を受けるかもしれませんが、私たちはもっと温かみのあるロボティクス社会を目指していきたいと思っております。例えば今年のCESで披露させていただきましたホンダライディングアシスト、オーナーの後をついてくるような仕草に親近が湧いたと思います。またASIMOも人との親和性からあの大きさにしております。人が心地よいと思うマシンでありサービスであること、いわば人間性を感じられることはとても重要だと思いますし、ホンダの得意なところでもあります。そしてロボティクス社会におけるマシンの知能化はどうあるべきでしょうか。人間の素晴らしさはたくさんありますが、その一つに他人に共感できること、そして仲間と協調できることが挙げられると思います。共に感情を理解し合い、お互いを尊重し協調していくこと、未来のロボティクス社会はそういった人間の持つ素晴らしさがさらに際立つ社会でありたいと考えます。私たちホンダは企業運営の哲学として相互信頼という言葉を使っていますが、まさにそれにあたる概念だと思います。ホンダ社内ではこのような考えのもと、
AI のことを CI と呼んでいます。コオペレーティブ・インテリジェンスの略で、人と協調できる人工知能という意味でございます。こちらのイメージ図ですが、CI によって人がホンダのロボティクス製品を介して社会とつながれていく、人の喜びを中心としてホンダのさまざまな製品が役立っていく。エンパワー、エクスペリエンス、エンパシーとありますが、私たちの温かみのある製品やサービスが人の感情を理解し、共感でき、人に寄り添いながら共に成長し、主役である人の可能性を拡大させる存在でありたい。このようなロボティクス社会の創造を夢見ているわけであります。人を研究し考え抜いてきたホンダだからこそできる価値の創出を目指してまいります。こういった新しい価値の創出に向けて R&D センター X は従来とは異なる運営をしていこうと思っております。かつて創業時の私たちがそうであったように、やはりイノベーションというのは柔軟で機敏で野心的な組織から生まれてくるものだと思っております。今回の運営では特に新領域ですから、何を生み出すかの出口を明確にし、研究のための研究とならない運営を徹底してまいります。すべての運営は固定組織ではなく、商品や技術機能別のプロジェクト運営とし、また極力フラットな組織とすることでスピードを慎重に取り組んでまいります。そして重要となるのは、今年の説でも申し上げましたが、オープン・ザ・ドア、つまりオープンイノベーションであります。ホンダの強みを持つ、外部の方々の持つ強みを融合させ、お互いを尊重しながら新価値の創造に取り組んでいきたいと考えています。私たちの夢に共感できる皆さん、ベンチャー企業、大学、研究機関に加えて、アイデアを持つ個人の方も含めて幅広く門戸を開放し、連携を図ってまいりたいと思います。その窓口機能は、昨年東京の赤坂に開設しましたここホンダイノベーションラボ東京が担ってまいります。ホンダイノベーションラボ東京は人工知能を含むデジタル技術の研究を担当しておりますが、 R&D センター X が担当する新領域のみならず、自動運転やコネクティビティといった既存領域の関連分野も含めてオープンイノベーションの場として活用していく考えであります。説でも多くの皆様に私たちの取り組みに興味いただき、すでに800件を超えるコンタクトをいただきました。協調により可能性はもっと広がる、そういう思いでオープンイノベーションを加速させてまいります。さらに R&D センター X がより高い視点とより広い視野を持った活動とすべくアドバイザーを招聘することにいたしました。技術的なアドバイザーとして人工知能開発のレジェンドの一人でもあり、米国スタンフォード大学の名誉教授でもあられるファイゲンバーム博士に参加いただいております。先ほど私たちの先達がアメリカに研究所を設置した際、大学教授に相談に乗っていただいたエピソードをお話ししましたけれども、ファイゲンバーム先生こそその人なのであります。大変長きにわたりホンダの活動を見守っていただいた方で、私たちの企業文化に共鳴いただきご参加いただけることになりました。人工知能の技術領域はもとよりグローバルな視点でのアドバイスを頂戴したいと考えております。また研究開発を進める上でお客様や社会のアクセプタンスという観点からのアドバイスをいただくために、経営競争基盤の富山和彦氏をお招きすることにいたしました。富山氏は皆様すでによくご存知の通りでございます。グローバルに幅広い視座を提供いただきものと確信しております。さて、今日はホンダの新たなチャレンジについて説明させていただきました。人を主役で
人の素晴らしさが際立つロボティクス社会の創造に向けて歩を上げて進んでまいりたいと思います。Together we will change your world。この言葉は私たちの新しい航海を表すスローガンであります。創業期に匹敵する熱量を持って、そして当時がそうであったように自由闊達で権限移譲が進んだスピードを持った小さな組織で、またさまざまな外部との相互信頼をベースとしたオープンイノベーション、競争によってこの夢を実現していきたいと思っております。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではいよいよファイゲンバウム先生をご紹介させていただきます。ファイゲンバウム先生、よろしくお願いいたします。プロフェッサー、プリーズ。Thank you, Mr. Matsumoto, for your kind introduction and your excellent introductory speech. You have already said many of the things I wanted to say to this audience, so in my talk, I will repeat those to emphasize how important I think they are. May I have the next slide? Why am I here speaking to you today as an advisor to the R&D Center X? As Mr. Matsumoto said, my first contact with Honda R&D was giving advice at the time of the establishment of Honda R&D America in California. But that was not the first time I became aware of Honda's technical excellence. My general interest in the future of technology introduced me to the CVCC engine in the early 1970s, a development that startled the automotive world. The CVCC engine was later awarded the prestigious Japanese Mechanical Engineering Heritage Award, and it was an innovation that changed the world. Similarly, the innovation of the gyroscope-based navigation system also changed the world and was later given an award that is really quite rare, the IEEE Milestone Award. This was an important step for Honda on the road from atoms to bits, from a hardware-centered world to an information and software-centered world. And I will say more about atoms and bits later in my talk. In 1993, I was asked by Honda R&D to do a brief review of a robotics project that Honda R&D was quietly doing, the Asimo robot project. Asimo was clearly the best humanoid two-legged robot, walking robot in the world, a superb achievement of electromechanical engineering. Honda was looking ahead to a time when Asimo could use AI software, artificial intelligence, to do scene understanding, problem solving, and goal-directed behavior. Honda R&D leaders in the past have spoken about Honda's knowledge DNA as the source of its innovation. In the past, most of Honda's knowledge DNA was about mechanical engineering and human-centered design. Most of this knowledge was about atoms, not bits. As Mr. Matsumoto said, current Honda R&D leadership saw the need to move beyond the mechanical engineering of the past toward a digital future dominated by software, not mechanism. In particular, to realize their long-term dreams, they envision this software to be AI intelligent software, intelligent robots,
and intelligent cooperation with people in which machines and humans achieve tasks together. As you know, Honda R&D has started the Honda Innovation Laboratory Tokyo, which you can see all around you, whose focus for now is artificial intelligence and intelligent robotics. I saw international news about this and asked what the research goals of this new laboratory would be. Honda's knowledge DNA was about to expand into my world, the world of artificial intelligence software. With my background in assisting Honda R&D, the management responded by inviting me to participate in the activities of the R&D Center X as an advisor in AI technology and innovation. I accepted their invitation with enthusiasm, and that is why I am here today. I was particularly happy to see that the Innovation Lab for Artificial Intelligence and Robotics would be in Tokyo and not in other countries where Honda R&D has laboratories. This will allow young Japanese engineers, especially from the excellent universities of the Tokyo area, to participate creatively in one of the most exciting and important changes that they will ever see in their lifetimes. In this way, Honda is really serving Japan as well as serving its young technologists. Next slide, please. I want to talk about entering the 21st century, the shift from atoms to bits. And by atoms, I mean all hardware devices, the entire analog world. By bits, I mean all the software that runs the modern world and all the data collected and processed that gives information about this world. A big difference between the hardware world and the software world is that hardware has a reality that you can see and touch. That's hardware. While software is invisible. A Formula One racing car is beautiful, and its engine generates a large amount of horsepower. The software used in the design, testing, and operation of the car is not seen, and therefore not often appreciated. But in the end, the software may be the margin of victory in races. In 1994 through 1997, as chief scientist of the United States Air Force, I discovered this same thing in Air Force R&D planning. The top generals of the Air Force were jet fighter pilots. To them, an aircraft was atoms. They did not realize that 1/3 to 1/2 of the cost of the new fighters being planned was in bits, the software and the data processing. The most advanced bomber could not fly without constant in-flight adjustment of its aerodynamics by software. In 1997, I prepared a lecture about this to the top generals, and the title of my lecture was, "It's a Software-First World." As the years moved on, we saw remarkable chapters in the story of the rise of software. And I'd like to give you two examples. These are personal examples from myself, from Feigenbaum. They're not Honda examples. So, first story. For decades, Japan was the birthplace and the world's center for portable music. The Walkman, envisioned by Mr. Morita and built by his company Sony. Then came digital music, especially Apple's iPod. Steve Jobs and Apple
were embedded in an industrial culture that understood software, had mastered software techniques, and most importantly, appreciated its potential for generating great company wealth. Sony was not able to master the move from the analog world to the digital world. Software was not in their culture, and therefore not a developed skill. Sony did not have the knowledge DNA for software. They missed the iPod and smartphone revolutions, and Apple grew to be the most highly valued company by stock value in the United States. Okay, my second story that I like. Kodak. Kodak invented the digital camera in 1978. But its managers and engineers understood atoms, the chemistry, the manufacturing, the processing of film. Sadly, they were unable to master the transition from this analog world to the digital world that they themselves had invented. Kodak failed. It became a bankrupt company in 2012. In 2012, can I have the next slide, please? In 2012, the famous software technologist Marc Andreessen put the software revolution into unforgettable language. Software is eating the world. I would say most of the world, but not Japan. In Japanese industry, hardware innovation continues to dominate software innovation because it is seen as lower risk. Engineers and managers are more comfortable with hardware innovation. In 2015, I noticed a second shift happening very quickly. Many of the companies offering software for sale and use, and many of the leading laboratories were beginning to use methods of artificial intelligence in their software systems. I thought to myself, I'm going to have to change Marc Andreessen's phrase to, by 2020, AI will be eating the world. Next slide, please. To my astonishment, it is happening much faster than I expected. But not only to my astonishment, recently at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Sergey Brin, the co-founder of Google, a company that has one of the best AI teams in the world, told the delegates that he was, quote, surprised, unquote, at the fast pace of AI use. He said, quote, it's an incredible time. What can these things do? We don't really know the limits, unquote. At the same meeting in Davos, the CEO of Microsoft, Satya Nadella, said that the AI revolution that was happening has the potential for accelerating the weak economic growth seen in the developed nations. Last year, Nadella said that he saw the era of apps as ending, giving way to the era of bots. Although you might think bot was short for robot, it actually means a software robot, an AI program assisting users in doing things with computers, phones, and physical devices. For example, Amazon's bot Alexa is an open interface bot that can now be used to control hundreds of different physical devices in the world. In his introduction, Mr. Matsumoto said, quote, when we say robotics, we don't just mean robot, but any machines or systems that have intelligence and can work autonomously. Japanese computer scientists have been working in AI and machine learning for many years. The Japan Society for AI is one of the largest in the world. Now that the software revolution is shifting to the AI revolution, Japanese industries should pay attention to these scientists. Next slide, please.
As Mr. Matsumoto said, the strategy of the Honda Innovation Laboratory is to be an open laboratory, open to the best ideas from all places, including those Japanese scientists. The idea of the laboratory being open is very important. Why? Because it overcomes a problem that in Silicon Valley we call living inside your bubble. Inside your bubble, you hear only what is said inside your bubble. Nothing comes in, nothing goes out, no new ideas, no outside review, no criticism, no helpful comments, no borrowed software, no outside visions of what is possible. Your bubble is an echo chamber. An open laboratory is different. To quote Mr. Matsumoto again, we will collaborate with those who resonate with our philosophy, venture companies, universities, and research institutions, as well as individuals with great ideas. The open laboratory approach allows new ideas to be explored quickly, to fail and to be discarded quickly, and also to mature quickly. Quick. In the 1990s, I thought of writing a book about Silicon Valley innovation. I never got beyond the title of the book. And the title of the book was Quick. In his introduction, Mr. Matsumoto highlights speed when he recalls Honda's earliest days of innovation, quote, with flexibility, with speed, unquote. He spoke of the non-hierarchical, flat product-based approach and said, we commit to delivering with speed. In the digital age, speed is essential because new software system ideas mature quickly. Software is made in the world of logic, unlike hardware that is made in the world of matter. Logic can be changed much faster than matter. I myself was amazed by the speed at which the technologies of self-driving cars developed. In 2004 was the first DARPA Grand Challenge for autonomous vehicles, self-driving cars, in the Mojave Desert in the USA. No car finished, no car drove very far. Overall, performance was poor. But in just 1 year, the 2005 Grand Challenge was dramatically different. 5 vehicles completed the entire route of more than 200 kilometers. Remarkably, the next challenge, even more difficult, was set for only 2 years in the future, 2007. It was an urban environment, a city environment, with a route of 96 kilometers that had to be driven in less than 6 hours. 6 cars successfully finished. AI software played a major role in that success. So, speed and experimental method of trial and error that Honda uses often in its R&D work, they work together. The trials must be done with speed so that the errors can be fixed or changed for the next trial. The next slide. So, if we're going to envision the future of AI, we have to understand what AI is. So I'm going to give you the most brief introduction to AI that you have ever heard. To understand AI, forget about the A. Just think about the I for intelligence. The goal of AI research is to bring intelligence to computers and systems that use computers. Intelligence spreads across a very broad spectrum of behaviors. AI researchers for over 60 years have been trying to understand and emulate with software all parts of that spectrum. For much of this spectrum, we use the word recognition. Recognition processes map current experience
into a large memory of specific events or objects and patterns of experience. The questions being answered are, what is this that I'm experiencing? Is it an immediate solution to my problem? It is fast. It is done in one step. Much of intelligence is of this kind, recognizing, not thinking. The other part, now can I have the next slide? The other part of the spectrum we call cognition, the thinking part of intelligence. An important piece of cognition is expertise. Thinking that is done carefully in almost countless narrow areas of expert work, using expert knowledge in each area. Now, this is the expert systems part of AI. Nearby on the spectrum, nearby expert systems are the extremes of expertise, where the grandmasters of all fields work. The superstars, the Einsteins, the Beethovens, the great artists, the great writers. And this area is ripe for breakthrough AI research. The remainder of the cognition part of the spectrum covers more general knowledge and more simple reasoning. At the very far end of the spectrum is common sense, with an enormous body of knowledge about worldly situations, what they mean, and what to do about them. The common sense end of the spectrum is the part of AI that is the least explored scientifically because it is so difficult. If you remember only one thing about this very brief tour of I and AI, it is this principle. It's one of the most important. At each place on the spectrum of intelligence, the power to perform well depends on knowledge of the world and its people and its everything, all knowledge. Algorithms and reasoning are not as important as knowledge for powerful performance. It is across this entire spectrum of recognition and cognition that the future of AI software, bots and robots, will be unfolding. Next slide. One particular dream of Honda R&D is cooperative intelligence, CI. In CI, the human I and the computer's AI work together on the tasks and experiences of their world. Remember, empower, experience. The person does what people do best. For example, giving the AI common sense knowledge when needed. And the AI does what it does best. For example, systematic examination of alternatives in decision-making and problem-solving. Cooperative intelligence presents very big scientific challenges of a special kind, interdisciplinary kind. Next slide. Honda's new division and the Honda R&D Center X can change the world. For me personally, the only science and engineering worth doing is that which changes the world. So it gives me personal joy to help the Honda R&D Center X change the world. Thank you. どうもありがとうございました。Thank you, Dr. Feigenbaum. それでは続きまして、こちら R&D センター X のもう一方の外部アドバイザーとして参画をいただきます、株式会社経営競争基盤 CEO の外山和彦様よりビデオメッセージが届いておりますのでご覧ください。皆さんおはようございます。この度はホンダイノベーションラボ東京
スタートということで本当におめでとうございます。当ラボのアドバイザーに就任した富山です。今時代はまさにデジタル革命がさまざまな産業領域に及ぶ第4次産業革命の時代に入っていると言われています。 AI であるとか IoT であるとか新しいデジタルのテクノロジーが従来のサイバーやバーチャルの世界を飛び越えてよりリアルな世界、自動運転であるとかロボティクスであるとか医療であるとかあるいは建設であるとか本当にいろんな領域にその革命の波が及んでいます。その中でホンダというまさにリアルの世界でまたそのイノベーションの力で長年成長してきた会社にこういうラボが設定されること、とりわけホンダという会社はワイガヤという言葉を作り出した会社です。ワイワイガヤガヤといろんな人が集まって新しい発想や事業や商品を作り出していく、そういう文化を持った会社です。その会社が開かれたワイガヤ空間をこの東京赤坂の前に作って、こういう新しい時代のイノベーションをいろんな人たちと一緒に起こしていこう、今の流行りの言葉で言うとオープンイノベーションの、ワイガヤ空間ですね。そういったものを作っていく意味は本当に大きいと思っています。第2次産業革命で求められているのはもっとシリアスな領域でさまざまなハードとソフトを融合させた、そういうイノベーションです。そういった意味合いで言うと個人としていろんな発想力を持った人たちとこういう組織として長年にわたってメカニクスであるとかあるいはソフトハードの融合であるとか非常に複雑でかつ高度ないろんな蓄積技術の必要な領域の、テクノロジーやノウハウを持った集団との化学反応あるいは創造的な破壊とそういった活動がすごく大事になってきます。そういった意味で世界中のイノベーターの皆さん、特にこういう AI とか IoT とか新しいデジタル技術を使って世界を変えていきたいと思っているそういう若者たちがこの場に集うことの意味は本当に大きいと思っています。ぜひぜひ世界中のアントレプルナーであるとかあるいは研究者であるとかあるいはひょっとすると大きな組織に今いるんだけども自分の考えていることがどうもこの会社では実現しないとそういうふうに思っている人たちがどんどん世界中からここに集まってもらってこの東京赤坂から世界をよりエキサイティングでかつもっと楽しくてでなおかつ安全で安心で心地よい世界に変えていくようなそんなイノベーションが生まれることを心から期待しています。私自身は今からもう四半世紀ぐらい前にスタンフォード大学でビジネススクールで MBA のプログラムを学びました。今回一緒にアドバイザーができるファイゲンバーム先生はもう本当に雲の上の人なんですけれども、そういう大変素晴らしい、AI の父と言われているような方と今回ご一緒できること、またそれも私自身としてはもうめちゃめちゃゲレエキサイテッド、そんな感じです。だから私も、スタンフォードのアラムナイの一人として、この東京赤坂の地からちょうどあれですね、もう今からもうそこそこ50年ぐらい前ですかね、ショックレイ研究所っていう、今のデジタル革命の源流になるようなそんなラボがあの地域にスタートしています。今度この21世紀この東京赤坂の地からファイゲンバウム先生と一緒に新しい時代の大イノベーションの源になるようなそんなラボを皆さんが作っていく応援ができたら大変嬉しいと思っています。改めて本日は本当におめでとうございます。富山様ありがとうございました。それではですね R&D センター X の概要につきましてセンター長の脇谷執行役員の千堂保よりご説明をさせていただきます。Please go ahead. Yeah, good morning and welcome. I'm Bernhard Senthoff and I'm very happy to be here and to meet all of you and to share with you some of our thoughts on cooperative intelligence. Allow me to very briefly introduce myself. I've been doing more than 20 years of research in computational intelligence. Of these 20 years, almost 20 years in Honda, starting in Honda R&D, and later in 2003 when the Honda Research Institutes were founded at the Honda Research Institute Europe, where, among other things, we invented actually the world's first predictive adaptive cruise control system, which at that time we called IACC. But let's have a look into the future. In Matsumoto-san's, next slide please. In Matsumoto-san's presentation, one emphasis was
and we do research on people. We do research on people is actually 100% fit to our idea of cooperative intelligence. Cooperative intelligence is about emphasizing the complex relation between humans and intelligent systems. In the future, we will see AI systems becoming more and more capable. They will start to get knowledge from reading text. They will learn in interaction from and with us, and they will make their own experiences. In cooperative intelligence, we will add another component to that, and that is about the sharing of intentions, of goals, and finally also sharing of experiences and what matters to us. So in that respect, we really want to make the transition from just making the AI system more and more capable to establishing trust between the AI system and us humans. In a sense, with cooperative intelligence, what we want to do is we want to go beyond autonomy. What does it mean beyond autonomy? Well, let's have a look at the different levels of engagement that we can imagine between AI systems and humans. On the lowest level, the human and the AI system interact for the benefit of the system in order for it to solve its task, or to learn from the human. A good example is automated driving in the lower levels, where the driver still has to be in charge. If we increase the capability of the AI system step by step, we will end up at autonomous systems that can cope with the task by themselves. And that's certainly very valuable. But we at Honda want to go one step further. We want to explore how we can cooperatively, between the AI system and the human, solve the task together and share the success in solving this task. Mr. Matsumoto-san already emphasized in his speech the three components that we feel like are important in cooperative intelligence: empower, experience, and empathy. Let me say a few words on each one of those components. Start with empower. Empower is really about doing the job together better. As Professor Feigenbaum mentioned, there are some things the AI system is good at and some things the human is good at. We want to combine those and see how we can do the job together better. We know if we don't use our skills, we cannot enhance our skills. We might lose some of our skills. For some skills, we might not really care, but other skills are an important prerequisite for more complex skills, which we don't want to lose, which we might even enjoy. We know there's a relation between some cognitive skills, like a good memory, and solving our daily routine task. So in summary, we don't want AI systems to take away our skills. We want together to empower our skills. And the way we want to do that brings me to the second topic, and that's on experiences. And experiences about sharing. We are all very social people. We love to share our experience among ourselves. You are all journalists. You are here to share your information that you get today with your listeners and your readers. When we talk about sharing in cooperative intelligence, it's about sharing between the AI system and humans. We start to share perception of what we see, start to share intentions and goals. And finally, we will share through a lifelong period of growing up together between the AI system and the human. Finally, we will be able to share what is most important to us, what matters to us, and that's the sharing of our values. And sharing of our values really directly takes me to the third point of cooperative intelligence, and that's empathy. Empathy is really about the AI system know how we feel. Know is really the emphasis. As Professor Feigenbaum pointed out, knowledge is the issue. It's not about the system feeling in the same way as we are doing. That's not the message. The message is the system should understand how we feel. We all have individual skills. Some of those skills are in higher demand. Some of those skills are maybe in lesser demand.
in order for us humans to live a balanced and happy life, we have to have the feeling of contributing our skills to society. There's a growing percentage of elderly people in our society. We have to make sure that the elderly population can live a responsible life and that they are self-reliant in their life and not taking away this responsibility. So in summary, with cooperative intelligence, we want to close those skill gaps, if there are any. We want to create a society where everybody can feel that they are an important contribution to this society through the cooperation with the AI system. A society which should be fair and where everybody has its place. Does that sound like a dream? Well, maybe it does, but at Honda we have a history of making our dreams come through, and after all, last slide, we are talking about changing your world, changing our world. And we want to do that together as in humans and cooperative intelligence. Thank you very much. Well, good morning, everybody. Thank you for coming today, and we warm appreciate all of you. And fortunately, I can speak Japanese, so これから日本語で、プレゼンさせていただきます。改めまして、ホンダ R&D センター X のセンター担当となります脇谷と申します。よろしくお願いします。それでは私の方から、はい、次お願いします。ロボティクスですね、こちらの説明をさせていただきます。でまず言葉のロボティクスという意味なんですが、一般的に皆さんお聞きになられると、手とか足があるロボットですね、こういったイメージを皆さん持たれるかと思うんですが、我々の定義するホンダのロボティクスというのは決してそういう、完成体としてのロボットのみならずですね、この技術そのもの、ロボット工学、センサーだとか、機工学および、制御ですね、こういったところを含めた包括的な意味合いでホンダロボティクスというふうに呼んでおります。はい、それではですね、ロボティクスに対して我々が何を期待しているかと言いますと、非常に大きなですね、さまざまな可能性を感じています。今こちらの絵にもありますように、ロボットそのものの完成体をこのようにばらした場合、要素技術という考え方をしますと、さまざまな適用が可能です。で例えば我々ホンダでもすでにですね、ヨーロッパで販売をやっておりますロボットモア、自動の芝刈り機なんですけど、こういったところにも適用されてますし、先日セスの2017でアワードをいただきましたライディングアシストですね、オートバイバランスオートバイ、これにももちろんこの技術を使っております。こういったさまざまなアプリケーションも含めた適用っていうのが非常にロボティクス技術を使うことによって広がりを見せるんじゃないかなというのが我々の考え方です。はい、それでは我々がですね、この技術を使って何をやりたいかと言いますと、ここの最後に書いてありますようにですね、人の素晴らしさが際立つロボティクス社会の実現、これが我々の目指すゴールです。先ほど来説明もありましたように、ホンダと言いますのは人ですね。技術の前にまず人、これがあってこそ初めて我々ホンダっていう会社の価値もあると思っておりますし、今世の中で言われておりますヒューマンセンタードデザインなんていう言葉が出るはるか以前から、創業の頃からすでにホンダはもうそういった考え方をデザインに反映してきたと、このベースのマインドを持って我々はロボティクスの社会を実現していきたいというふうに考えております。はい、ではどうやってやるかということなんですが、先ほど説明のありました AI ですね、人工知能、これをホンダの場合はさらにもっと昇華させて、コーペレーティブインテリジェンス、このいった意味合いで AI を捉えております。このコーペレーティブインテリジェンスにデータをかけて、さらに機雷、我々が持っておりますホンダの強みですね、メカニックな部分だとか安全の部分なんかも含めた部分なんですけど、これらを掛け合わせることによって3つのドメインにチャレンジしていこうかというふうに考えております。で1つ目のドメインがこちらにありますロボティクスですね。でここのロボティクスはロボットの要素技術そのものもあるんですけど、もちろんロボットそのものもチャレンジしていく予定です。で2つ目にありますモビリティシステムとエネルギーマネジメントは、ロボット要素技術なんかを使いながらも1台の単品の車と言いますよりも、その車も踏まえたもっと大きな意味での社会ですね、この中において我々がいかにエミッションを下げてかつ効率を上げていけるか、こういった非常に高義な意味でのモビリティ社会、これを目指してやっていきます。
そして最後のスタビリティアシストなんですが、これも我々も昨年来日本で販売開始をしております、トライですね、トライの開始をしております歩行アシストですね。で歩行アシストと言いますと、一般的にはそのパワーのアシスト、足のこのパワーのアシストっていうイメージがありがちなんですけど、我々が目指すスタビリティアシストというのは単なるパワーアシストではなくて、本来ですね、人が持ってた、もしくは潜在的に持っている能力、これを引き出すようなスタビリティアシスト、これを技術で実現したいなというふうに考えております。はい。で、我々の方向性ですが、先ほども申し上げました通り、我々のファイナルゴールといいますのはホンダのフィロソフィーですので、このホンダのフィロソフィーの達成に向けまして2020年2030年にマイルストーンを定めた上で、今申し上げた3つのドメインですね、まずこれで果敢にフィロソフィーの実現に向けて我々チャレンジしていきたいなというふうに考えております。はい。具体的なビジネスのドメインです。ホンダと言いますのはですね、ムーブ、移動とあとライフですね、人をも含めたその暮らし、これを進化させていくのが我々の会社のミッションだと思っておりますので、このミッションを3つの意味で分けますと、1つが人とその生活ですね。で2つ目が、その中にある移動で、さらに日々の生活、こういった3つの事象に分けまして、この中から今申し上げた我々のロボティクス技術を使うと一体何にどういう効果があってどれだけ人に貢献できるんだという従来の今ある課題から解決していくフォアキャストの戦略ではなくてですね、我々のゴールから下げてくるバックキャスティング、こういった戦略でR&D センター X の開発を行っていきたいなというふうに考えております。はい。続きましてですね、イノベーションラボ東京、ここですね、本日皆さんにお越しいただいているホンダ R&D イノベーションラボ東京のコンセプトの説明をさせていただきます。はい。こちらに書いてありますように、一言で申しますと、オープンイノベーションです。オープンイノベーションを我々がやっていく場だというふうに理解いただければいいかと思います。そして今現在ですね、こちらに書いてありますように R&D センター X からコーペレーティブインテリジェンス、このリサーチャーとエンジニアで、さらに四輪 R&D ですね、栃木の四輪 R&D からコネクティビティと自動運転のメンバー、これらのメンバーが AI という技術をベースにしてここイノベーションラボで研究開発を行ってまいります。でこのメンバーが単なる内輪で結合するのみならずですね、オープンイノベーションですから、いかにその外の方々ともお付き合いさせていただくかということで、いろんなスタートアップの企業だとか、もちろん個人、機関、大学ですね、こういったところとも広く連携をやっていきたいなというふうに考えております。そして本日先ほどちょっとご紹介させていただきましたが、函館未来大学の松原先生と電気通信大学の栗原先生、お二人にも我々の考え方に賛同いただきまして、この我々の AI をベースとしたオープンイノベーションにご協力いただくことになっております。はい、次お願いします。そしてここのラボのですね、じゃあ目指すところは何なんだと言いますと、サムシングユニークです。と言いますのは、今申し上げるというような開発というのは我々いろんな拠点で R&D の活動をやってるんですけど、そこでもできるんじゃないかと、こんなようなお話もあるかと思います。ですがやはり我々赤坂で、このラボをやる意味は何だっていう話ですね。やはり赤坂だからこういうユニークなアイデアが出てきたねというようなところのアウトプットを目指してですね、サムシングユニークでやっていきたいなというのがこのラボのオープンイノベーションのコンセプトになります。はい。後ほどですね、ファシリティツアーでもこの中をご紹介させていただきますが、そこで現場現物現実であります、ホンダのベースにものっとった形で確認していただきたいなと思うんですけど、非常にですねファシリティもいろんな内外の方にご協力いただきまして、我々の本当にこのラボでやりたいオープンイノベーションのコンセプトに合致したファシリティになってます。でこのファシリティをですね実現するにあたって、もうまさに今工事が終わったところなんですけど、非常に内外の方にご協力いただいてですね、ある意味一つの我々が目指したかったオープンイノベーションが達成できたのかなと。でそのベースは何だっていうことで我々チームメンバーと話してますと、今僕言葉で内外っていうお話させていただいたんですが、我々もともとその内外っていう概念があまりなかったんですね。もう全てない、すなわちチーム、そういった形でオープンイノベーション実現していけるのがホンダでありますし、そうしていかなきゃいけないなということで、ますますこの赤坂のメンバー、一丸となってですねオープンイノベーションをやっていきたいなというふうに考えております。はい、以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。少々長いプレゼンテーションになりましたけども、ご清聴ありがとうございました。